済んだもんなのだ。今日はみんなに中国に関する面白いお話ととっておきのニュースをお届けするのだ。実は中国っていう呼び方、昔の日本では自分たちの国の真ん中の地域を指す言葉だったのだよ。今も残る中国地方っていう名前はその時の名残らしいのだ。びっくりなのだ。そんな歴史ある名前を持つ国、中国について今日は全部で3つのニュースを紹介するのだ。中でも特に注目なのが3つ目のニュースなのだ。シンクタンク報告、第二次大戦勝利への中国の貢献を浮き彫りにっていう記事なのだ。世界反ファシスト戦争の東部主戦場として日本の主要部隊をたくさん倒した中国のすごい貢献についてシンクタンクが報告書を出したのだよ。欧米中心の歴史観では過小評価されてきたって指摘されてるけど、本当の歴史を知って平和な未来のために団結しようって呼びかけてるとっても大切なニュースなのだ。終戦80周年を迎える今、私たちが改めて歴史と向き合うきっかけになるはずなのだ。この動画が面白そうだなって思ったら、ぜひ高評価とチャンネル登録もよろしくなのだ。それでは早速一緒に見ていくのだ。広大な国、中国を紹介するのだ。アジア大陸の東部に位置し、首都は壮大な北京なのだ。数千年の長い歴史を持ち、現在は共産党が率いる社会主義国家なのだ。約14億人という世界最大の人口を抱え、製造業はもちろん IT やハイテク産業が目覚ましい発展を遂げているのだ。万里の長城やパンダなど豊かな文化と自然が魅力なのだ。近年は環境問題への対応や宇宙開発といった最先端の分野でも注目を集めているのだ。伝統と未来が共存するダイナミックな国なのだ。一つ目のニュースなのだ。習主席、中ロ友好委員会の総会に祝意を送るという記事なのだ。中国の習近平国家主席が先日ウラジオストクで開かれた中国ロシア友好平和発展委員会の第15回総会にお祝いのメッセージを送ったのだ。習主席はこの委員会が設立から28年間もずっと友情と協力を深める使命を忠実に果たしてきたって強調したのだ。そして両国関係を支える国民の絆を強くしてきたって褒めていたのだ。これからもこの委員会が両国の国民が交流する大切な窓口になって新しい時代に相互理解と連帯の素敵な友情の物語を紡いでほしいって大きな期待を寄せているのだ。なんとロシアのプーチン大統領も同じ日に総会へお祝いのメッセージを送っていたのだ。二つ目のニュースなのだ。シンクタンク報告書、中国の世界の公共地への貢献を強調という記事なのだ。2025年にグローバルサウスメディアシンクタンクフォーラムが開催されるのだ。このフォーラムはグローバルサウス地域のメディアとシンクタンクが集まって協力をもっと深めることを目指しているのだ。中国の雲南省昆明市などで開催されるみたいなのだ。この地域ではみんなで協力して声を一つにするのが大事だって言われているのだ。特に中国はグローバルサウスの発展や協力にすごく貢献しているっていろんな専門家が言っているのだ。メディアはグローバルサウスを結びつける大切な役割を持っているし、シンクタンクのレポートでは文化の主体性が近代化にとってすごく重要だって強調されているのだ。グローバルサウスは平和を促進するためにももっと大きな役割を果たせるのだ。みんなで力を合わせることでグローバルサウスの声が世界にもっと大きく響くようになるのだ。3つ目のニュースなのだ。シンクタンク報告、第二次大戦勝利への中国の貢献を浮き彫りにという記事なのだ。中国のシンクタンクが第二次世界大戦における中国の抗日戦争の偉大な貢献を強調する報告書を発表したのだ。タイトルは歴史を記憶し正義を守る世界反ファシスト戦争東部主戦場の偉大な貢献。言
年は終戦80周年なのだ。中国は世界反ファシスト戦争の東部主戦場として日本の主要な地上部隊を150万人以上も倒し、日本の総戦死者の 70% 以上を占めたのだ。これは他の戦線への大きな支援にもなったのだよ。この勝利は中国にとって現代史初の外国侵略に対する完全な勝利で、世界の民族解放運動に希望を与えたのだ。戦後の国連設立にも深く関わり、今の国際秩序の基礎を築いたのだよ。でも、欧米中心の歴史観で、中国の貢献が過小評価されてきたとも報告書は指摘しているのだ。だから、正しい歴史観を持ち、国際的な公平と正義を守って、平和な世界を目指すことが大切だと訴えているのだ。ファシズムや軍国主義が復活しないよう、みんなで警戒し、戦争の悲劇を二度と繰り返さないために団結しようって呼びかけているのだ。平和な未来を一緒に作っていくのだ。広大な中国は、歴史と未来が共存するダイナミックな国なのだ。中ロ友好やグローバル、サウスとの協力、第二次大戦での平和への貢献と、国際社会で大きな役割を担っているのだ。伝統を大切にしつつ、平和な未来を築くために努力を続ける中国に、これからも注目なのだ。みんなで力を合わせて、素敵な世界を目指すのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけないけれど、本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声、そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。